皆さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店八谷のマーケ担当です。今回ご紹介するのは敷地面積42坪、延べ床面積30坪、アイアンブラックでまとめたインダストリアルテイストのスタイリッシュなお家です。まずは外観から見ていきます。外観は黒とグレーと木の3色でまとめ、四角を組み合わせた立体的で奥行きのあるデザインです。外壁は黒色の部分はガルバリウム鋼板のマイトダルブラック、グレーの部分はストという漆喰をフローティングという塗り方で塗っています。東側は輪郭がなく日当たりがとってもいいので、真四角の大きな窓を設置してあります。近くで見ると迫力のあるとっても大きな窓だったので、後ほど室内からまたご紹介します。板張りがアクセントになっている壁は外構工事ではなく本体工事で設けました。道路側からの視線を遮ってプライベートなお庭になっています。正面から見た時にリビングの吐き出し窓も隠してくれるので、外観をスタイリッシュに見せる効果もあります。外構には実際に線路に使用されていた枕木を使用し、立水線もテイストを合わせてシンプルな木目模様を採用しました。こちらのお家はなんと玄関扉に八谷のステッカーを貼ってくれています。八谷愛が嬉しいです。玄関ポーチの軒天にはアクセントの板張りが施されています。玄関周りのアクセント板張りは八谷では標準でお選びいただける仕様です。玄関ポーチは名古屋モザイクのグレータイル、玄関扉はリクシルのジエスタ2シリーズのマットブラック、玄関前にはおしゃれなアイアン手すりも取り付けました。黒とグレーでまとめてかっこいい玄関周りに仕上がっています。それでは中に入っていきましょう。玄関正面には可動棚を取り付けた 1.5 畳のシューズクロークを配置。普段はロールスクリーンで仕切って隠しておける仕様になっています。玄関扉からすぐのところにはお施主様のご希望で小物が置ける棚を取り付けました。スイッチプレートとコンセントはパナソニックのラフィーネやスタイリッシュなシルバーで統一してあります。こちらのお家は玄関からすぐ LDK に入れるようになっています。ホールをなくして空間の無駄をカットすることで、延べ床30坪ながら広々とした LDK を実現しています。LDK と洗面スペースの間には扉がありません。アクセントにアイアンフェンスを取り付け、開放感はそのままに空間を仕切って見せる洗面に仕上げました。こちらはカニエのモデルハウスの洗面スペースを参考にしています。背面はグレーのアクセントクロスで落ち着いた雰囲気に。洗面台は三和カンパニー。スタイリッシュでかっこよく、収納もしっかりついています。洗面右隣は脱衣室です。脱衣室は扉で仕切り、来客時には生活感を隠せます。クロスには三月の吸放湿壁紙という機能性壁紙を使用しています。温度変化に応じて湿気をコントロールし、結露やカビの発生を抑える効果があります。クッションフロアには白の石目調をチョイスしました。お風呂は TOTO のサザナ HT シリーズ。黒でまとめて空間が広く見える横長のミラーをチョイスしました。
トイレは洗面の左側。一面のみ黒のアクセントクロスで落ち着いた空間に仕上げています。トイレはスタイリッシュで機能性もあるネオレスト。クッションフロアは脱出と同じもので統一しました。スティックリモコンに合わせてペーパーホルダーもシルバーを採用しました。リビングスペースは上がり天井に、その部分にステッカーを貼りたいというお施主様希望に合わせて間接照明を取り付け、ステッカーをおしゃれに照らせるようになっています。おしゃれなフロートタイプのテレビボードはオリジナルの造作家具。テレビ背面のソリドを使用したかっこいいデザインウォールがお部屋のアクセントになっています。南側に大きな吹き出し窓を配置して外に出られる階段も取り付けてあるので、リビングからお庭に出てバーベキューを楽しむこともできます。玄関側にはリビング収納も確保しました。玄関からすぐリビングに入れる分、室内がすべて見えてしまいそうですが、収納も兼ねた壁配置で玄関からの目線をカットしてくれています。こちらのお家はカウンターキッチンで食事するスタイル。かなりスペースにゆとりがあるので、将来的にダイニングテーブルを置きたくなっても十分置けるようになっています。カウンターの右上にはお酒が飾れるディスプレイ棚を造作で取り付け、中に間接照明を仕込むことでライトアップされてバーのようなおしゃれな雰囲気を演出しました。キッチンの下がり天井はカウンターと合わせたブラックで統一感を出し、かっこよく仕上げました。キッチン横には勝手口を設けてあるので、ゴミをすぐ外に出しておけます。カウンターの高さに合わせてキッチンはダウンフロアにしました。キッチンはタカラスタンダードのオフェリア。カウンターは造作で取り付けています。キッチン扉はカウンターや下がり天井とも合わせて黒の木目調をチョイス。カップボードも同じ仕様で統一しています。階段部分にはアイアンフェンスが取り付けられています。こちらもカニエのモデルハウスを見てお施主様が気に入っていただいた部分です。オープンで抜け感のある見せる階段に仕上げました。日当たりのいい東側に上下配置された窓から LDK にたっぷり光が落ちて明るい空間にしてくれています。それでは2階に上がっていきます。2階ホールはもちろん、リビングにまで光を届けるフィックス窓は幅165センチ、高さ150センチと大きめ。建物がない土地が続いているので開放感も抜群です。下の窓は開けられるので風通しも良くなっています。2階のお部屋の扉はリクシルのラシッサチャコールブラックで統一。ガラスは表面にストライプ柄が入ったモールをチョイスしています。3畳のウォークインクローゼットは奥様専用の衣装部屋。収納は造作で、上部にハンガーパイプ、下部に可動棚を3段ずつ取り付けています。女優さんのような可愛いドレッサーは持ち込み家具。ドレッサーが入るよう設計がされています。床は脱衣室やトイレと同じ白の石目調のクッションフロア。壁の一面だけスパンコールのクロスを使用しました。洋服の隙間からさりげなく見えるアクセントになっています。
子供部屋は 4.5 畳。1畳のクローゼットが作り付けで設けられています。2部屋とも通風を考慮した窓配置になっています。最後は主寝室です。手前に 2.75 畳のウォークインクローゼットを併設。こちらにはご主人の洋服類を収納しています。壁には通りのグレークロス。天井は3月の木目調のクロスを使用。照明が柔らかく反射する落ち着いた空間になっています。主寝室は白い部分をなくして他の部屋とは雰囲気をガラッと変えています。芝柄のグリーンクロスはインパクト抜群。ローベッドの高さに合わせた低めの腰壁には間接照明を取り付け、夜はムーディーな雰囲気を演出できます。お家の正面に当たる場所に外観のバランスがいい大きな窓を配置。ブラインドはクロスに合わせてグリーンをチョイスしています。ベッド正面には壁掛けテレビが取り付けられるよう配線も確保しました。はい、これでこちらのお家のご案内は以上になります。今回ご案内したお家は延べ床30坪のアイアンブラックでまとめたインダストリアルテイストのスタイリッシュなお家でした。最後まで見てくださった方ありがとうございます。高評価とチャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。